こんにちは。今回はダイソーさんの UV コットンミックスのクリスタルブルーを使って細長い花びらのストールを作っていきます。で、この糸は UV カット加工がされていて手洗いができて、綿とレーヨン 25g で約65メートル入っていて、使用かぎ針の目安が4号から5号で、これを今回は6号で編んでいきます。で、あとは最後にちょっとだけとじ針を使います。作り目をします。鎖編みを31目。今回31目で幅約15センチぐらいになると思います。鎖編みが終わったら細編みをするので、鎖をもう一つ。で、針から2つ目に細編みをします。今回は裏返して、この糸が少し盛り上がっている裏山に針を入れて細編みをします。針から1、2。針を入れて、糸を引き出して細編み。隣の目にも同じように細編みで、またその隣にも細編みと、端までずっと一つの目に一つの細編みを続けていきます。これで細編みが31個。次は模様編みをしていきます。で、模様編みは花びらを編む方向が1枚目、2枚目、3枚目、4枚目と、端からジグザグに花びらを作っていきます。まず鎖を3つ。1、2、3で裏返して、鎖の根元に未完成の長編み。未完成の長編みは針に糸を絡めて、鎖の根元、糸を引き出して、この3本のうち2本からだけ糸を引き抜きます。2本。で、この状態のまま、同じ目に未完成の長編みをもう1本。糸を絡めて、で、同じところ2本を引き抜いて、この3本を一度に引き抜きます。これが花びら1枚分。で、次は鎖を1つ。で、これが1枚目で、次は2枚目。2枚目は足元5個飛ばして6個目に未完成の長編みを2本。1、2、3、4、5、6。未完成の長編み。絡めて、1、2、3、4、5、6。糸を引き出して、2本からだけ引き抜いて、もう1本同じところ。2本。これで未完成の長編みが2本。で、これを一度に引き抜きます。で、鎖を3つ。1、2、3。で、同じところに引き抜きます。細編みではなくて引き抜きます。引き出して、この2本をかぶせるようにして、引き抜いて、これが2枚目。で、今回の花のボリュームは、鎖3つと未完成の長編みが2本。こっちも同じように、鎖と未完成の長編みが2本で、同じボリュームになっていきます。で、次は同じように鎖3つ。
同じところに未完成の長編みを2本。同じところ、もう1本。2本。で、この3本を一度に引き抜いて、これで花びら3枚目。で、3枚編んだら鎖を1つ。で、今3枚編んできて、この1枚目の後では鎖1つで、2枚目の後は鎖を編んでなくて、この3枚目では花びら編んだ後に鎖1つ。で、この鎖1つを編むタイミングは、こう、花びらを双葉の形に見てもらって、双葉の後に鎖を1つ。で、また、双葉を編んだら、鎖を1つ。で、この最初の花びら、ここは双葉になっていないんですが、端に双葉が隠れていると見なしてもらって、で、ここにもあると思って、この双葉の後に鎖を1つ。なので、1枚目と3枚目だけ鎖がつきます。2枚目の後に鎖は編みません。これからずっと編んでいくと、そこら辺がちょっとごちゃごちゃするかもしれないので、そこだけ見てもらって、で、次は4枚目。と、足元5個飛ばして、6個目。6個目。で、未完成の長編み。から編めて、1、2、3、4、5、6。2本。で、引き抜きます。で、鎖3つ。根元に引き抜きます。かぶせるように引き抜き編み。これで未完成の長編み2本と鎖3つの花びら4枚目。次また鎖3つ。同じところに未完成の長編みを2本。で、これを一度に引き抜いて、で、双葉ができたので、鎖1つ。で、次は、また足元5つ飛ばして、1、2、3、4、5、6。未完成の長編み。1、2、3、4、5、6。で、引き抜いて、鎖3つ。根元に引き抜き、で、次の花びら。未完成の長編みを2本。で、引き抜き、鎖を1つ。双葉の後なので、鎖1つ。で、また、1、2、3、4、5、6。
で、また、6個目は一番足。一度に引き抜いて、で、鎖3つ。で、根元に引き抜きます。これで模様の1段目ができました。で、次は模様の2段目。と、鎖を4つ。1、2、3、4で裏返します。次に花びらを作る位置は、ここ。花びらと花びらの間の山形になっている真ん中。これの、こっち側の花びらのまとめているところ。この花びらの糸がまとめられているところ。ここに針を入れて花びらを作ります。と、未完成の長編みを2本。これで未完成の長編みが2本。で、引き抜いて、鎖を3つ。同じところに引き抜きます。これで、この端の花の花びら3枚目。で、次は4枚目。鎖3つ。同じところに未完成の長編みを2本。で、引き抜いて、で、ここでも双葉の形になったので、鎖を1つ。この端の花が出来上がりました。で、この2段目は針を入れるところだけ違っていて、あとは1段目と同じなので、これを繰り返して編んでいきます。で、次もこの花びらと花びらの間の鎖、ここ、花びらと花びらの間のこの山形になっているここ、未完成の長編み、花びらのまとめている鎖、引き抜いて鎖を3つで、また中心に引き抜いて引き抜いて、で、次の鎖、次の花びら、花の中心、で、双葉になったので、鎖を1つ。で、また、ここ。端の花も花びら4枚になるように、鎖3つ。で、未完成の長編み。これで花びら
4枚。で、次は、この双葉の形になったんですが、最後は鎖一つ編まないで、この状態のまま、下の花びらの先端に長々編みをしていきます。花びらの先端は、この細編みのところではなくて、細編みと花びらの境目に、ここに針を入れて、糸を3回巻きつける長編みをしていきます。針に糸を1、2、3で、花びらの先端で2本ずつ引き抜いていきます。1、2、3、4で、次は花びらの3段目、鎖3つで、さっきは鎖4つでこの2段目の高さを作ったんですが、ここでは花びらを作るので鎖3つで裏返して、でこの1段目と同じように鎖の根元に未完成の長編みを2本で、根元はこの花びらの先端、未完成の長編みで引き抜きます。これで3段目の1枚目の花びらで、ここではさっきと同じようにこの反対側にも花びらがあるとして、こう双葉になっているとして、双葉の後に鎖一つ、こう双葉になっているとして鎖一つで、次またこの花びらと花びらの間引き抜いて鎖3つ、ここからはさっきの段と全く同じなので、端まで同じように編んでいきます。双葉の後には鎖を1つで、この模様編みの3段目の端は下の花びらの先端に針を入れて未完成の長編みで花びらを作っていきます。で、この花びらの先端はここなんですが、ここに入れるよりもこの隣の鎖、ここに入れる方が綺麗にできるので、この鎖の下から4つ目、1、2、3、4つ目、ここに針を入れて未完成の長編みをします。未完成の長編みなので、針に糸を絡めて、1、2、3、4つ目。4つ目の2本の糸の下。で、未完成の長編み。で、もう1本。2本できたら一度に引き抜いて、で、鎖を3つ。で、同じところに引き抜きます。これで、端まで花びらができたので、次は4段目。4段目も鎖4つ。4で裏返して、で、花びらと花びらの間の鎖、この花びらの間の山になっているところ、
こに花びら、で1枚目で、これもまた同じなので、同じように端まで編んでいきます。4段目の端もさっきと同じように針に糸を3回巻きつける長々編みをしていきます。針に糸を1回、2回、3回で、花びらの先端、花びらと花びらの集まっているところ、糸を引き出して2本ずつで、次は鎖3つで次の段の花びら裏返して鎖の根元に花びらを作ります。未完成の長編みを2本で引き抜いて、で鎖1つで、これをずっと繰り返していきます。で、編む長さはだいたい5玉を使い切るぐらいで編んでみようかなと思います。で、ただ最後に鎖を1列と細編みを1列編んでいくので、その分だけ残して編んでみようと思います。4玉編んだところでだいたい165センチになったので、ここで一旦やめにして最後に鎖と細編みを編んでいこうかなと思います。で、模様編みの最後は花びらが外側を向いているところ、こことここでは花びらの向きが違うので、最後の花びらが外側を向いているときで、ここで鎖を編んでいきます。まず鎖を1つで、裏返して根元に細編みを1つで、鎖を5個。1、2、3、4、5。次の花びらと花びらの間の山になっているところ。で、さっきと同じように花びらの集まっているところに細編み。で、また鎖5個。で、細編み。で、また鎖5個と細編み。端まで編んだら、下の鎖の下から4つ目に細編み。で、これで鎖の段が終わりました。次は細編みをします。鎖を1つ。裏返して、下の細編みの上に細編み。で、ここからは1つの鎖に1つの細編みをしていきます。で、縮んで見えにくいと思うんですが、裏山に針を入れて、で、細編み。裏山に針を入れた方が綺麗にできると思います。で、細編みの上には細編み。で、また鎖の1つずつに細編み。
鎖に細編みをしたら、細編みの上にも細編みを1つ。で、また鎖の上に細編みを1つずつ。で、細編み。で、これで端まで編んでいきます。端まで細編みをしたら、最後に糸を切って針で糸始末をします。細編みの状態のまま、方向を変えたりすると止まりやすくなると思います。これで出来上がりました。お疲れ様でした。こんな感じでとても可愛く出来上がったと思います。で、出来上がりのサイズは幅が約15センチの長さが約65センチぐらい。冬のものとかよりも幅を狭くして、すっきりしたシルエットになるようにしました。あとこの花の模様が小ぶりなのと、透かしの部分が広いので、涼しげな感じになったと思います。で、色も爽やかなブルーなので、白い服とか薄いグレーの服とかにぴったりだと思います。で、UV カット加工された糸なので、これからの季節にとっても役に立つかなと思います。で、この花の模様はショールを編むのにもぴったりなので、よかったら試してみてください。